危機的状況をプラスに変える動画日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。ね、みんなどんな暮らししてるの？どんな暮らし？朝から晩までどんな感じ？今までは前の日になると明日の予定はって全部チェックしてたのが、結構もう今ずっと家にいることが基本だから、よっぽどそのセミナーとかズームセミナーとかがない時には本当に自由な生活になりました。寝たい時に寝て起きたい時に起きてみたいな。ひろこさんは？私も、結局ね、みんな自営業だから、自分の時間で起きて仕事して帰ってきてって感じだから、そこはあんまり変わらなくって、ただ外に出る機会がすごい少なかったから、なんとなくこっちは車であちこち行ってたんで、渋滞にあんまり巻き込まれなくって、その分はストレスがないかなと。ガソリンも減らね、でもやっぱりエッセンシャルビジネスっていうことで不動産の仕事があんまり止まらずにいけてるんでね、例えばね、マミさんのとこはこの間聞いてたらやっぱり外からの人が少ないから本当に止まらざるを得ないって感じだけど、うちはあんまり人と対面とかですね、あと物件をお見せするっていうのにすごい制限がかかってるけど、今私の場合セラーさんでもうお二人ちょっと売る準備のしてる人がいてたりとか、その人たちはもう売るっていうのを決めてるんでね、撮影したりとか家のリペアのご相談に乗ったりとかで、それなりに動いてて、でもうじきマーケットに出すんですけどね、それの準備をしたりしてるから、その外に出る回数が少ないけど、それなりになんかウェビナーとかも増えてきたし、なんかそれなりにちょっと忙しい感じかな。そっかそっか。2年生と小学校3年生の子供がいて、学校が全部課題を出してくるので、もうそれの対応で、上の子はまだ一人でできるけど、下の子なんかやっぱ一緒についてあげなきゃなんないので、土曜日の日本語補習校も残念ながら始まってしまったから、始まってしまったって言っても通えないわけで、課題だけ出るので、それを全部やったりとかすると1日に2、3時間それにかかってるのね。で、私だけでやっぱり追いつかないから、主人と手分けしてもものすごく忙しくて、で、私は、うちチームでお仕事をしているので、一緒にやってる5人のミーティングをしながらとかっていうと、今までは一緒のオフィスにいれば普通に意思疎通できたことも一つ一つEメールでやり取りをするのか、ズームでミーティングをするのかっていう、それがものすごく時間を食っているので、かえって今までよりも忙しくなってしまった。そんな感じ。子供さんがね、いるご家庭って、みんなそういう感じで大変だよね。やっぱり、お家の中にずっといるから、その分、なんか多分今まで以上に家族とずっとコミュニケーションする時間がね、増えてるんで。コミュニケーションなのか、宿題やったなのかわかんないけどね。そうか。でも学校の対応もみんな早かったよね。すぐバーチャルに切り替えてね、家からのアクセスになったでしょ。そうそうそう。なんか日本はなかなかそのインフラが整ってないから、学校がずっと休校だっていうふうに、公立高校はね、休校だっていうふうに聞いてるから、本当こっちもカリフォルニアもあっという間にもうすぐ3月の中下旬から、ちょっと春休みがあったけど、もう学校の授業始まって、あと学校だけじゃなくって、お友達の子供さんとかバレエとか習ってたり、いろいろ習い事も全部もうバーチャルになって、で、あと子供って言ってももうみんな iPad とかね、持ってるから、そうチャットして、例えばお洋服、ファッションショーして楽しみながら授業出たりとか、すごいいろいろね、やってるみたいね。私も今、和太鼓のレッスンバーチャルで撮ってますよ。そうなんだ。楽しそう。音楽家だもんね、まみさんね。ちょっと太鼓は今までね、好きだったけどやったことなかったしね、面白い、楽しんでます。い
いいね。そうだね。うちの子もビオラを学校で習ってるんだけど、それもなんか自分で録画して先生になんか送ったりとかね。保育園っていうか学童なのかな、学童ですら、週に3回ぐらい10時4時でズームミーティングがあるんだけど、ついつい仕事してると忘れちゃうんだよね。時間早いよね。あ、みたいな。でも本当になんかバーチャル化がものすごく進んだよね、これで。一気にね。距離もね、だって、ね、この3人のお互いの距離もすごい近くなったしね。そうよね、本当になんか何回喋ったかって感じよね、コロナからね。でもやっぱりちょっと時々コンフュージングなのが、時間を書くときに、イーストコースト時間です、カリフォルニア時間です、ハワイ時間です。実は3時間ずつ違うから、ハワイとオハイオは6時間違うよね。はい。そうだよね。なんかこの前、いつもはオフィスでやってるセミナーを、ズームに変えて、でも、ズームに変えるってことだけしか考えてなくて、皆さんにお知らせしたら、カリフォルニアから参加があって、あ、そうか、バーチャルにすると場所関係ないんだって簡単に気づかされたりして、だったら日本の人も呼んでみようかみたいな、そういう意味でなんか世界がちょっと近くなった感じ、なんか近所が遠くなって世界は近くなったっていい言い方だね。時差ちょっと大変だけどね、この間もね、愛子さんと2人で日本の方がやってるのにミーティングに参加したけど、ね、そっちはもう早朝でしょ、こっちは真夜中。そうだよね。ああ、そうか。まあでもなんかやっぱりほらみんなあちこちで言われてるけど、コロナの影響ですごく世の中が変わってビジネスもね今までと違うものが起こることになったけど、このまままた戻るっていうものも戻らないものもあるから、まあやっぱりそれに対応していかないといけないから、まあ不動産ニューノーマルってやつね。ね、ニューノーマルね。なんか不動産もやっぱりバーチャル化がもっとなんか進みそうだから、ね、こういう映像とかもどんどん勉強していかないといけませんね。本当にそうよね。ひろこさんなんかはカリフォルニア、南カリフォルニアで仲介をされてると思うんですけど、どんなお客さん層ってどこを向いて商売してるの？私のお客さんは、まあ、やっぱり日本人の方が多くて、まあ、やはり南カリフォルニアって日本人の在住者数ってすごい多いんですね。まあ想定で大体15万人ぐらい日本語母国語の人がいてて、でまあ、結構投資の人もいるんだけど、まあ、私は個人的にそういう投資の人よりもローカル、地元に住んでる実需の人の方がどっちかというとメインなんですね。まあ、ざっくり言うと8割弱ぐらいが日本語の方で、まあ、その中のまた8割ぐらいはローカルの方で、2割ぐらいが日本の方で、日本の方も、まあ、投資の人もいるけど意外にですね、なんかセカンドハウスでロサンゼルスって結構ビジネスで進出してきてる人も多いから、ビジネスでこっち来るからもう一軒持っときますとかっていう意外に実需も多いんですよね。であとですね、私がまあずっとこの2、3年力を入れてるというかちょっとサポートしてるのが年齢層の高いシニアの方なんですね。で他の州は分かんないけど、すごいこっちって日本人の長く住んでる人が多い町で、それが皆さんリタイアして70歳以降ぐらいになると日本に帰る人が多いんですよ。でそうすると日本に帰国をするときってこっちに移住するとき以上にまたこういろいろ手続きやらなんやら大変で、まあ、そういう人をこう紹介したりとかそういう人たちと一緒に組んでセミナーをやったりとか、あとまあ具体的なお仕事としてはその方がお持ちのお家を売却させていただくとか、そんな感じの今お仕事をやらせてもらってます。へえ。マミさんは？私はやっぱりハワイっていう場所柄、日本の方でセカンドホーム、別荘を持ちたいっていう方のお世話をさせていただいたり、まあその買った方っていうのは必ず売るんで、そのお持ちになってた物件を売らせていただいたり、あとはやっぱり日本人の方がここの島にも住んでる方が多いので、その方たちのお家を探したり、まあ売ったりっていうことが多い。で、まあ、ハワイの島自身、その投資向けではあんまりないんだけれども、やっぱり日本からの方で、
投資で買いたいっていう方もいらっしゃるし、うんあとは、投資と、それから自分も行った時に使える物件ないっていうような方が結構多かったりします。はいはい。あきこさんは？オハイオは実需の、物件っていうかな、そもそも、そうだね、年収の2、3倍でお家が買えるような感じです。だから、普通の、お家って平均で買うと30万から40万ドル、1ドル100円にしたらいい3000万ね、いいです4000万。ね。そう、だからいいカリ素晴らしい。フォルニアとかハワイからもしリタイアして引っ越してきたら何軒も買えて、自分の家1軒と、それから投資物件が数軒買えて、そこからの、利益で老後やっていけるんじゃないかみたいな、そんな場所だと思うんです本当ね。ね。で、中なる西部の中でもダブリンっていう街は、ミシガンに次いで第2位の日本人の、住んでる地域なんですよ。なので、駐在員の方とか、現地の私たちを含めてだいたい1万人ぐらいの日本人がいて、なので、現地の日本人の方のお手伝いもしますし、現地のアメリカ人の売買もするんですけど、ここはホンダが、北米の本社っていうかな、工場があって、研究所があって、それから日系のサプライヤー企業が100件以上あるので、そういう意味では日本人がすごく駐在員の方が集まっている地域なんですね。で、さっき言ったように、普通は定職があったら自分で家を買う地域なので、賃貸物件っていうのがそもそもない。そんな中で日本人の人がひょっと何十人も引っ越し屋さんの話聞くと1年間に700人日本からこの地域に引っそんな越してにいるんだ。るんだね。で、その人たちって日本の会社って駐在期間中ってお家買っちゃいけないってルールを敷いてるのね。なので、会社からお金が出るからね、その賃貸のそうそう分ね。そうそう。それでだから賃貸物件を探すんだけど、そんなに簡単に賃貸物件がないので、で、私のところでは、売り物件の方をご案内させていただいて、それをお客さんの投資家の人が買ってもらって、で、引き渡しの時に、テナントさんご入居みたいな、仲介をしているの。だかすごら、いいいパターンだよね。なんか投資家の人は、やっぱりテナントさんが安定してちゃんと家賃払ってくれるのを求めるから、日系企業が払ってくれるんだったら全く心配ないね。そうそう。で、平均の滞在期間っていうのが、住んでくれる期間が4年半ぐらいあるのね。もう4年半でないテナントさんで、絶対確実に払ってくれるってすごい安定した投資になるし、あと、買う時点でもうテナントさん先についてるから、もう確定っていう状態で買えるので、堅実物件かな。ただ、このコロナで、3月19日だったかな、アメリカ大使館、日本にある大使館がビザ面接をストップしちゃったんですね。そこからまだ再開されてないので、今、新規の日本から来る駐在員の人っていう足がちょっとストップしてます。そういう意味では、駐在員の方に対する投資物件の案件とか、賃貸のご案内っていうのがストップしていて、で、不動産屋さんのお話を聞くと、6月にこちらに移動してこられる方の、不動産の用意の内見みたいなのがあるみたいなんだけど、それが始まましたっていう感じと、大使館とのビザ面談が7月に入ってきてますっていう会社があったので、まあ、6月から7月をめどにこう渡航の再開を予定してるのかなみたいな感じが匂ってきました。ハワイもね、今まで短期で貸してる、そのバケーションレンタルみたいなのっていうのは収入がすごく良かったから、投資でそういうの買っていらっしゃる方も多かったんだけど、今このロックダウンでホテルがみんな閉まっちゃってて、でもちろんその外から人が来ないから、収入がゼロのユニットっていうのもすごく多く出ちゃったりなんかして。で、なので今、買いに来てる人たちっていうのは、その日にちで儲けるんじゃなくて、そのもっとロングターム、長期賃貸の方の物件を探す方たちが今月になってやっぱり4月の後半ぐらいからそういう問い合わせが少し増えてきたと思います。カリフォルニアはどんな感じ？カリフォルニアはまあやっぱり、
物件自体がスローになってるから、どうしても少し本当にカリフォルニアとか、私のロサンゼルスっていうのはなんていうかな、こう関東平野ぐらい広いから、地域によって住む人のタイプも違うし、物件の価格帯とか全然違うんですよね。で、やっぱりハイエンド物件ってスローで、ミディアムな真ん中辺のは、ちょっとまだそこまでスローじゃなくって、買いやすい価格帯の物件っていうのはもう意外に回転もあるっていう風な状況なんで、でも全体的なことを言ったら、やっぱりどうしても物件が今売りづらいのは売りづらい。それで価格もやっぱりネゴシエーションして、どうしても売らなくちゃいけない人っていうのは少しディスカウントしてでも売りたいっていうケースになってくるから、今3月の数字っていうのはやっぱり1月2月に売れてたものの結果だから、あんまり正確な数字じゃないと思うんですよ。で、5月の数字っていうのが、本当に価格がどのぐらい下がってるかっていうのが出てくると思うんだけども、やっぱり感覚的にはやっぱ 5% ぐらいは、みんななんか 20% とか言うけど、そんなことはなくて、それはいいと思数パーセント、多くて 10% とかまでの価格、範囲で、なんかネゴシエーションが入っている感じですよね。でも、裏を返せば、その、投資を考えた、さっきマミさんが言ったロングタイムの人に対して言うとね、やっぱり価格が安くで買えるっていうチャンスではあるので、株と比べたらですね、不動産はゼロにならない投資だから、逆にそういう観点で言うと、多少ね、バイヤー市場に少し今のこの数ヶ月っていうのはなってるかなとは思うね。そうなんだ。ハワイはどんな感じ？まさしくその同じような感じだと思う。で、なので5月にどんな数字が出てくるかっていう、価格的には多分ちょっと下がって、で取引数はやっぱりかなり下がるんじゃないかなっていうのは私の理想か予想なんだけれども、何しろローカルの人たちが今売り買いはしてるものの、その制約率がちょっと落ちてるっていうのが事実だと思う。そっか。ここは、3月の統計だと、売り件数も、平均、の売却の価格も 11% 以上上がっていて、で、なんでかっていうと、やっぱずっと在庫が足りていなくて、2011年に私初めてリアルタイになった時の5分の1しか在庫がない。つまり売り物件5分の1しかないので、5分の1しか動いてないかってそんなことはなくて、さっきひろこさんが言ってたのかな、どんどんほら、やっぱりこう、海岸沿いのお家が値段がこう景気が良くて上がってきてしまうと、やっぱお家が手に入らない層とか、それからもうちょっと余計なタイトじゃない暮らしをしたい人ってこう中西部に移ってきてるような感じがするのね。そんな感じで外から来ている人たちの実需とかも上がってきてるので、値段的にはじゃあそんなに簡単に下がるのかなっていうとどうかなっていう感じがしてます。でさっき投資の話してくれたじゃない。だから投資家さんにとっては買ったお家が順調に値段が上がってこんな経済危機の時にも価格が維持できたね、よかったねって言い方が一つできるかもしれないし、また今週の金曜日だけ失業率が発表されますよね。で、それによっては、蓋を開けてみたらこんなにひどいんだって言って、もしかしたら、住宅市場ももっともっとこう影響を受けてくるのかもしれないけれども、そうすると、さっきひろこさんとか、まみさんが言ったように、今までちょっと手が届かなかったけどっていうところの人たちも購入できるとか、投資物件としても、そこだけのリターンがあるんだったら買ってもいいよねっていう域に入っていくとも思うので、私、はっきり言ってどっちに転がってもいいかな、みたいな、コロンバス市場なんですよ。今のその中間価格帯っていうのは、例えば戸建てとコンドミニアムとどんな感じになってます？その今の市場っていうよりも先月ぐらいのそのコロナの結果が出てない普通の市場ってどんな感じです？セントラルオハイオだと22万ドル、2200万ドル、2200万円。コンドミニアムはあんまり。そうね。で、今度ニ
日本人の人が多く住む駐在員の人たちにも賃貸として投資したらいい物件があるダブリンっていう地域は、3500万から4000万、そのくらいが中央価格帯で、投資物件としてよく買うのは30万から35万ぐらい、そのくらいのお家かな。ひろこさんのとこはなんかね、やっぱミディアンレートっていうのにならすとやっぱり結構高いんですよね。本当に地域によって全然違って、90万ドル、ロサンゼルスとかだと90万ドル台戸建てになったりするんだけども、もうちょっと例えば、南のサウスベイっていうね、トーランスとかそっちの地域とかの、南の方の買いやすいエリアに行くと、それでもやっぱり戸建てでそうですね、70万から80万ドル台ぐらいで、もうちょっとコンドミニアムとかだとそうですね、50万ドル前後ぐらいでも、空港から北の方っていうのがやっぱりIT とかもどんどん入ってきて、エンターテインメントとかですごく景気が良くなっているので、普通の一戸建ての、標準のサイズのものを買おうと思うと、やっぱり土地代ぐらいだけでも90万から1ミリオンぐらいする感じにはなる。土地土地でね、値段が違うから、ハワイも普通のナラッシャってオアフ島っていうふうに見ちゃうと、戸建てがだいたい75万ドルぐらいで、コンドミニアムが55万ドルぐらいなんだけれど、でも私が住んでるのはそのアラモアナショッピングセンターっていう有名なショッピングセンターの近くなんだけれど、その辺でやっぱり、戸建て自身があんまりないのもあるけれども、1億で買えないんじゃないかなっていう感じ。本当に地域によって違うから、地域によって違う。それこそビバリーヒルズのハイエンド物件って今はちょっと置いといて、例えばオープンハウスとかで見て回るときにちょっと参考にっていうことで、見に行きましょうって言ってお客さん連れて見に行くとね、やっぱり5ミリオンから20ミリオンの間の物件が本当に何十件も売られてるんですよね。だからなんていうかな、アメリカの価格帯というかお金持ち層の懐の深さを言われるような、街ですね。街だなと思う。本当だよね。そのストリートってその通り一つがすごい高かったりとかね、不動産的には非常に面白いよね。そうね、面白いよね。でもどんな物件でも扱ってるんで。じゃあまた、今日はこんなところで今不動産面白いよねって話が出たところで、不動産の購入の仕方とかそれぞれの地域が違ったりとかするのかもしれないし、そんなところもみんなで話していきたいと思ってます。今回はこんな感じで、さよなら。また次回よろしく。ありがとうございます。